メタン、クレッシェンドで 10bps を達成してもう1年経つんだね。ええ、早いものね。あの日のことははっきり覚えているわ。不可能の要塞が崩れた日、あの瞬間からネットワークは別物になったんだよな。そう、高速の体をカスパは手に入れた。世界中のどこからでもブロックが生まれては繋がっていく。そして第8話の最後で私はこう言ったわよね。クレッシェンドが速さを解放したならトッカータが解放するもの。それは触れるということ。実はね、積んだもん。クレッシェンドを鳴り響かせる。ずっと前から開発者たちはもう次の音を見つめていたの。ずっとその音と向き合い続けてきたのよ。次の音？そう、鳴り響く音じゃない。細やかに触れる音。速くなった。強くなった。誰にも止められない。でもその繊細な音を奏でるためには触れる指先が必要なの。指先？僕まだピンとこないのだ。例えばね、積んだもん。こうなったらこう動く。そういう細やかな受け答え。それをカスパが自分で触れて確かめながらこなしていくこと。それを開発者たちはずっと目指してきたの。速さだけじゃない。開発者たちはもっと別のことも目指してたのだ。メタン、そのもっと別のことって具体的にどんなことなのだ？こうなったらこう動く。そんな決まった通りに動く仕組み。それを人の手を介さずに動かす方法。それが開発者たちが目指していた次の音なの。そう聞くと難しく感じるのだ。あら、そう？でもね、積んだもん。こういう仕組み、実は身の回りにもうたくさんあるのよ。例えば自動販売機。お金を入れてボタンを押す。条件が満たされたら商品が出てくる。人の手を介さずに決まった通りに動くわよね。確かに店員さんがいないのにちゃんと商品が出てくるのだ。もう一つ、電車の自動改札。IC カードをタッチしてゲートを通る。残高が足りていたらゲートが開く。駅員さんが立っていなくても決まった通りに。それから銀行の自動引き落とし。毎月25日に家賃を引き落とす。日付が来たらお金が動く。これも人の手を介さずに決まった通りに。あ、確かに全部条件があって自動で動くのだ。そう、条件と動作。それを組み合わせて人の手を介さずに決まった通りに動く仕組み。こういうのを自動の約束って呼ぶことにしましょうか。メタン、すでにこれだけ身の回りにあるってことは現実の世界で指先はもう作れてるんじゃないのだ。そう思うでしょ？でもね、積んだもん。これらの自動の約束は誰かが管理している場所で動いているの。自動販売機はメーカー。自動改札は鉄道会社。引き落としは銀行。それぞれ管理者がいる。言われてみればそうなのだ。じゃあ、もし誰の管理も受けない場所で自動の約束を動かしたいとしたら、条件が満たされたら誰の手も介さずに約束が実行される。そんな仕組みを人類は作れるかしら？それってすごく難しい話なのだ。誰も管理してないのにちゃんと動くって想像がつかないのだ。ふふ。でもね、積んだもん。実は管理者がいない仕組みは暗号通貨の世界にはもうあるのよ。通貨の流れそのものがすでにそうなってる。通貨の流れ？ビットコインやカスパでは通貨は金券みたいな形で動いているの。現実の世界の図書券や商品券は発行している会社があって、その会社が管理している。でもこの金券は違う。発行する管理者がいないの。ネットワーク全体のルールがその役目を担っている。管理者のいない金券、なんだか不思議なのだ。そしてこの金券は使うと消えるの。代わりに必要な金額分の新しい金券が生まれる。この動きで通貨がネットワークを巡っているの。消えて生まれる。じゃあ僕の残高ってどこで管理されてるのだ？それがね、どこにも管理されていないの。台帳に書かれているのは金券の動きだけ。あなたの残高はあなたが持っている金券を集めて足し算した結果、残高を確認したい人がその時に集計することを前提にした仕組みよ。だから残高を管理している人はどこにもいないの。この仕組みには名前があるの。UTXO っていうちょっと武骨な名前。UTXO を覚えておくのだ。これはサトシ・ナカモトがビットコインで最初から組み込んだ仕組み。通貨そのものはもう管理者なしで動かせている。
でも、通貨の流れと自動の約束は別の話。管理者のいない場所で自動の約束も動かせないか。それを考えた人がいたの。2013年、ある天才がその難問に答えを出した。その難問に挑んだのがビタリック・ブテリン。ビタリック。あ、第2話のイーサリアムを作った天才なのだ。ふふ、よく覚えてたわね。そう、彼よ。その彼はビットコインに足りないものをはっきりと見抜いていたの。ビットコインはお金を送ることはできた。でも、それだけだった。もし、こうなったら、こうする。そんな細やかな約束は表現できなかったの。ビタリックは考えた。ブロックチェーンの上で、プログラムを動かしてしまえばいい。条件があって、動作がある。それを誰の管理も受けない場所で実行する。そういう仕組みを彼は作りたかったの。イーサリアムは NFT や DeFi も動かせるワールドコンピュータ。あの時はさらっと触れただけだったけど、今日はもう少し詳しく見ていきましょう。ビタリックが作ったその仕組みには名前があるの。スマートコントラクト。スマートコントラクト？スマートな契約ってなんか細くておしゃれな感じなのだ。ずんだもん。それは日本語のスマート。ね。英語のスマートは本来賢い、頭がいいっていう意味なの。そうだったのだ。スマートフォンは賢く動く電話。スマートウォッチは賢く動く時計。だからスマートコントラクトは賢い契約。そう、その通りよ。正確には条件が満たされたら自動で実行される賢い契約。ブロックチェーンの上で動くプログラムなの。自動販売機や自動改札と同じような仕組みを誰の管理も受けない場所で動かす。それがスマートコントラクトの本質よ。人類は本当に作っちゃったのだ。そう、すごいわよね。これがね、本当に革命的だったの。お金を貸したり保険を組んだり、これが後に DeFi 分散型金融と呼ばれる世界。美術品を取引したりゲームのアイテムを売買したり、これが NFT 唯一無二のデジタルアイテム。これらが銀行や仲介業者なしでプログラムだけで動かせるようになった。そして DeFi も NFT も全部スマートコントラクトの仕組みの上で成り立っているの。スマートコントラクトが貸し借りや所有権を保証している。そうだったのだ。あの DeFi も NFT もスマートコントラクトの上で動いてたのだ。ビタリックはブロックチェーンの可能性をお金の枠から解き放った。これは本当にすごい発明だったの。でもね、ずんだもん。世界中の人がイーサリアムを使うようになると、ある問題が見えてきたの。問題？ガス代の高騰。1000円送るのに手数料が数千円。送る金額より手数料の方がはるかに高いこともあったの。手数料の方が高い？ちょっと信じられないのだ。それからもう一つ。スマートコントラクトはとても自由に書けるから、プログラムの中身が複雑になりすぎることもあった。攻撃に使われて何百億円ものお金が盗まれた事件も何度か起きたの。そしてこの課題に世界中のチェーンがそれぞれの答えを出してきた。次は世の中で広く採用された解決策を見ていきましょう。イーサリアムはガス代の高騰と複雑性の問題に直面した。そこで開発者たちはある解決策を考え出したの。ずんだもん、覚えてるかしら？第0話で私 L2 のことを複雑回帰な迷宮なんてちょっときつい言い方をしたのよね。覚えてるのだ。別館を立てて分散させてるけど面倒だったり危なかったりって話だったよね。でも今日はその別館の世界をもう少しちゃんと見ていきたいの。L2 は世界中の優秀な開発者たちが磨き上げてきた本当に素晴らしい発明だから。まずはその仕組みから見ていきましょう。レイヤー2、略して L2。本館、イーサリアム本体のそばに別の建物を建てる。ユーザーはウォレットからまず別館に取引を送るの。別館がそれを受け取って処理してその中で独自のブロックにまとめる。そしてある程度まとまったところでその結果だけを本館に持っていく。本館はその結果を受け取って最終的な記録を残す役割。あるまとまった単位で持っていく。で、誰がまとめてるのだ？いい問いね。取引を集めて順序を決めてまとめて本館に持っていく役がいるの。シーケンサーって呼ばれていて、別館の中の交通整理を担当しているすごく重要な存在。今のところ
別館それぞれをそれを作った組織が運営していて、シーケンサーもその組織が担っているの。本当ならシーケンサーの役ももっと分散させたい。一点に頼る構造はブロックチェーンの理想からは遠いから。じゃあ、なんで分散させないのだ？それが難しいの。複数の独立した運営者で分担するには、誰がいつ取引を順番付けするかを運営者をまたいで取り決める仕組みがいる。技術的に難しい。それにシーケンサーの役は収益性にも直結する。利益をどう分け合うか、経済的な設計も難しい。だからまずはシンプルに信頼できる組織に任せるところから始まったの。今世界中でその役をもっと分散させる工夫も進んでいる。それでも今の主流は運用者それぞれに閉じて担う形。課題はあるけれど、それでも別館は今確かに機能している。混雑する本館から計算を別館に逃がす。すると本館の手数料は下がり、別館では早く安く取引ができる。これが L2 が生んでいる効果なの。なるほどなのだ。別館に分かれることで本館がスッキリするのだ。メタン、僕一つ気になるのだ。別館は別の建物だから取引の内容を本館に信頼してもらうのが難しそうな気がするのだ。ずんだもん、そこが L2 の核心なの。別館の信頼は本館が支えている。二つの要素で、一つ目は正しさの検証。別館がこれだけの取引を処理してこういう結果になりましたと本館に報告する。本館はその結果が正しいかを自分で確かめるの。確かめ方には大きく2つある。一つは間違いがあれば後から異議を申し立てる方式。もう一つは最初から数学で正しさを証明する方式。こちらは追形、ゼロ知識証明と呼ばれている。今はどちらかを選ぶのが主流。最近は両方を組み合わせる挑戦も始まっているわ。これらの方式を取り入れることで、別館で動いた取引の内容が本館と同じくらい信頼できる。そして、二つ目は、永続性。もし、別館が消えてしまったら、運営している組織がサービスを止めてしまったら、それでも、ユーザーの資産が守られなきゃいけない。そこで、本館が別館の取引データもぎゅっと圧縮して保管しておくの。別館が消えても、本館にデータがある限り、その状態は再現できる。資産は守られる。永続性も本館が支えているの。正しさも永続性も本館が支えているのだ。そう。だから別館で動いた取引の内容は本館と同じくらい信頼できる存在になれて、役割も負荷も分担できているの。本館の力を借りて別館を信頼できる場所にする。この関係性の設計こそが L2 の革新。世界中の開発者たちが何年もかけて磨き上げてきた発明なの。別館の中の検証の仕組みをずっと磨き続けてきた。別館の信頼をどんどん高めていく。イーサリアムの世界ではそういう設計が育ってきたの。そして今も多くのプロジェクトが選んでいるのがこの別館を立てる道なの。イーサリアムは本館と別館の関係を磨き続けることが本当に得意。彼らはこの分野でずっと先頭を走り続けている。ビタリックの作った世界がこうやって広がってきたんだね。新しい技術にはそれを切り開く先駆者が必要。イーサリアムはその役割を見事に果たしてきている。でもね、ずんだもん。どんな解決策にもトレードオフはあるの。別館を立てる道にはいくつか向き合うべき課題があるわ。一つ目、本館と別館の往復。本館にあるお金を別館で使うには一旦別館に移動させる必要がある。終わったらまた本館に戻す。この往復には時間とちょっとした手間がかかる。本館と別館を行ったり来たりするのだ。二つ目、別館同士の分断。別館は一つじゃない。たくさんあるの。別館 A で動いているアプリと B で動いているアプリは別々の世界。直接つなげるには別館同士の橋、ブリッジが必要になる。なるほど、橋がないと行き来できないのだ。三つ目、橋は攻撃されやすい。実は暗号資産業界でハッキング事件で盗まれたお金の多くがこの橋から流れ出ているの。うわ、本館は安全でも橋が狙われるのだ。これらの課題は世界中の開発者が今も取り組んでいる進化の最前線。イーサリアムも L2 の世界もこれからもっと良くなっていくはずよ。そしてこれが広く採用された道。別館を立て本館とつなぎ、複数の別館同士もつなぐ。そういう世界。すごい世界なのだ。でもこんなにすごいなら
カスパも同じ道を行くのだ。ずんだもん、それが違うの。カスパは別の道を選んだ。別の道ってどうするのだ？カスパは別館に頼らない道を選んだ。別館に頼らない。じゃあ、どうするのだ？カスパは本館の中で指先を編む。そっと世界に触れるためのその指先を。これは広く採用された道とは別の道。カスパはカスパの道を行く。カスパの道、僕、ワクワクしてきたのだ。トッカータ。クレッシェンドが速さを解放したならトッカータが解き放つもの。それが触れるということ。触れるっていうのはさっき話してたスマートコントラクトのことなのだ。そう、似ている。でも、ビタリックが作ったものとは別のもの。今日見てきたスマートコントラクトの仕組みがカスパの世界を理解するベースになるわ。トッカータが触れたその先に広がるプログラマビリティ、賢い契約の世界。カスパが初めて持つ賢い契約。トッカータ、僕、その指先がどうやって編まれるのか知りたいのだ。その物語は次回、指先を編む人たち。その旅を見ていきましょう。待ちきれないのだ。絶対見逃すなよ。投資の判断はあなた自身でね。